podcast on voyage。気がつけばヨーロッパに21年。人生という旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。4月も後半に入りました。ちょっと郊外に行くとあちこちで黄色い菜の花畑が一面に広がる景色を見かけるようになりました。1年だけのつもりでドイツに来た私ですが、来たばかりの頃、電車からどこまでも続く圧倒的な黄色の菜の花畑を見て、その美しさに魅了されました。ドイツにもっと長く住みたいと強く思った瞬間だったな。菜の花畑を見るといつもあの電車の中を思い出します。今日はそんなふとした瞬間に思い出す一コマ、文化の違いを感じた瞬間、そんなテーマで届いたお便りをご紹介したいと思います。最初のお便りは高知在住のまゆかもさんから。土佐弁ネタです。うどん屋さんでの一コマ。注文するときにぬくいの一つと言ったまゆかもさん。店員さんにきょとんとした顔をされてしまって、慌てて温かいの一つと言い直したら通じたそうです。こんな感じで言い直すことがまあまあありますとのこと。西日本では温かいことをぬくいという地域が残っているんですよね。ふっと出た言葉が通じなかった瞬間に、ああこれ方言だったんだって気づく、そういう瞬間ってありますよね。私も似たような経験があります。後輩と飲みに行った時のこと。お刺身の剣にシソが添えてありました。私大のシソ好き。三重県出身の後輩にシソ食べなよと言いました。するとその後輩、いただきますと言って食べてしまいました。土佐弁では食べなよは食べないでねという意味なんですが、もちろん食べなよに聞こえた後輩には罪はありません。今でもお刺身についているシソを見ると、その後輩の顔が浮かびます。方言って地元にいる間は方言だって気づかないことが多いですね。通じなくて初めて、ああそうだったんだと気づく。日本語の中でもカルチャーショックってあるんだなって思います。まゆかもさん、ありがとうございました。さて続いてのお便りは日本在住関子さんからです。私は生まれて3ヶ月だったかで、生まれた中村市、今は四万十市から父の転勤で松山市で育ちました。今でいう年長さんの年、学校へ上がる前の年にキリスト教の幼稚園に通いました。そこで楽しい日々を過ごしました。キリスト生誕劇とかして美しい衣装の天使になりたかったのに、頭の上でキラキラさせる手がだるくなって下ろしてしまったのがいけなくて、村人の役に痛恨のミスと書いてくれました。綺麗な衣装着たかったですよね。手を下ろしたばっかりにという思い、後々まで残りますよね。それからもう一つ、帰りの時間に園長先生が門のところで見送ってくれていて、大人は後ろにも目があるから先生が後ろを向いていてもみんながちゃんと帰っているか見てるからねと言ったそうです。それを聞いてから、大人になったら本当に後頭部に目が出てくるとしばらくの間ずっと信じていたそうです。今でも園長先生の黒いパーマの頭を思い出すそうです。70年前のお話ということですが、今でもくっきり思い出すほど印象的な出来事だったんですね。私の娘も今ちょうど年長さんで、想像力が豊かで小さな出来事にも感情豊かに反応するんですが、このお便りを読んで娘の姿と重なりました。きっと関子さんも娘と同じような目でその園長先生を見ていたんだろうなと思います。素敵なお話をありがとうございました。続いてのお便りは
日本在住の T さんから24年前初めての海外旅行で行ったベトナムの話を送ってくれました。まず驚いたのが道路の交通事情。3人も4人も相乗りしたバイクが縦横無尽に走り回っていて、十数メートルある道路をそのバイクをかわしながらアイコンタクトでタイミングを見計らって渡っていきました。危険なはずなのに不思議とワクワクしながら渡ったのを覚えています。旅全体を通して当時のベトナムのバイタリティというかハングリーさ、生き抜く力強い活力に赤土の土臭さに混じる熱気と一緒に当てられて心が揺さぶられたと書いてくれていました。2002年のベトナム、今とは全く違う国だったんでしょうね。この20年でベトナムは急成長を遂げています。今では高層ビルが立ち並び、車やバイクが街を埋め尽くし、地下鉄も当たり前に走る近代都市に変わっているそうです。この成長の元となったエネルギーあふれる当時のベトナムで、T さんもきっとポジティブなエネルギーをたくさんもらってきたことでしょう。T さんが渡ったあの道路、今はどうなっているんでしょうね。ちょっと気になりますね。ベトナム、私もいつか行ってみたい国の一つです。T さん、ありがとうございました。さて次はドイツ在住のガチャさんからのお便りです。やーと言いながら無意識に大きくうなずいていることを指摘されてちょっと恥ずかしかったそうです。日本語で話を聞いているとき、聞いていますよという相づちではい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 とかうんうんうんと相づちを打ちますよね。ガチャさん、それがドイツ語でもいつの間にか言っていたそうで、ややややと大きくうなずきながら話を聞いていたんですね。ただドイツ語ではなるほどやそっかという相づちはあっても、聞いていますよというややはあまり言わないんですよね。無意識にやっていることって指摘されないとなかなか気づかないものですよね。個人的にはガチャさんにはこれからも大きくうなずきながらややとぜひ言い続けてほしいなと思っています。もう一つ、毎日通うパン屋のおばさんがいつも無表情で、でもある日別れ際にほんの少しだけ笑顔の気配を見せてくれた。それが地味に嬉しかったと、丸くと青空市場みたいなところですね。そこの八百屋のお姉さんが顔を覚えてくれたとき、気持ちが和らいだ。そこの一員になれたようで嬉しいですよね。わかります。そしてもう一つ、当たり前が少し崩れた瞬間というテーマでこんなことも書いてくれていました。ドイツでは結構きつい皮肉がとてもポジティブに使われている。日本のような義理や建前の文化はあまりよく思われなくて、何でもダイレクトにコミュニケーションを取ることを良しとする文化に順応することが難しかった。本当にそうですね。確かにドイツではお世辞を言うとか波風を立てずとりあえず合わせるという雰囲気はないですね。自分の意見を言っても言われてもそれはあくまで個人の意見としてお互いが尊重している感じというか、このポジティブな皮肉というのも嘘はつかずに皮肉として自分の意見をぶつけるということで衝撃を和らげているとも考えられるでしょうか。はっきりイエスかノーかの意思表示をしないとやオダナインとすぐに聞かれます。一応ドイツ語にもどちらとも言えるヤインという言い方もありますが、このはっきり返事をすることに慣れてしまうと、日本に帰った時に若干きつい言い方になってしまうことがあるので、これは逆に気をつけなきゃいけないなと思う瞬間があります。文化の違い、奥が深いです。
ガチャさんありがとうございました。続いては高知在住のマルコ・ポーロさんからニュージーランドでの話を2つ送ってくれました。まずフラット暮らし、共同のトイレやバスルームの入り口、使ってないときは扉を開けておくというルールがあったそうで、使っていないよというサインだったそうです。日本だと扉は閉めなさいと言われたりしますよね。でも確かに中に誰かいるかどうかノックして確かめる必要がなくて合理的だなと思ったそうです。これ私もブレーメンでルームシェアをしていた頃、同じシステムでした。最初は少し抵抗があったんですけど、慣れると分かりやすくていいですよね。もう一つはホームステイの話。初めてのホームステイ先に着いたら、すでに韓国人と中国人の学生2人がいて、さらに1週間後にもう1人中国人が来る。夕食だけドイツ人が来ると聞いて、ワオとなったそうです。マルコ・ポーロさん、ホームステイ先に自分一人だろうと気合を入れて行ったことと思います。蓋を開けたらすでに3人いて、最終的には5人。ワオでしたね。もう一つ続きます。しかもホストマザーがフィリピン人で、ご飯はアジアンフードが多かった。他のホームステイ先の友達がチキンスープとマッシュポテトしか出てこないと嘆いていた中、ご飯が食べられてラッキーだった。これは本当にラッキーでしたね。チキンスープとマッシュポテトが続くと、さすがにお米が恋しくなりますよね。お米に限らないかもしれませんが、アジアの食事が食べられる環境、ありがたいですね。私も次回の帰国で何を食べるかをリストにして心待ちにしています。マルコ・ポーロさん、帰国した時はチキンスープとマッシュポテト以外でまたランチに一緒に行きましょう。ありがとうございました。最後のお便りはスペイン人の音楽家の友人アントニオからです。先日演奏会で一緒だった彼に、忘れられないエピソード何かないと聞いたら、ものすごく真剣に考えて、思いついたよと語ってくれました。夜行列車でチューリッヒまで行った電車の中での出来事です。まずは音声をお聞きください。Bueno, pues una vez, después de un concierto, tenía que ir yo desde Frankfurt hasta Zürich y tenía que ir con un tren nocturno. Entonces me subí al tren y me encontré en un vagón con 5 o 6 personas jóvenes que viajaban probablemente desde hace muchos días y el olor era insoportable. Entonces me senté ahí y tenía que pasar toda la noche en el vagón. Bueno, de repente empecé a notar mucho gas porque había comido algo, había bebido antes de subir al tren. Y entonces pensé, quizás si me tiro un pedo ahora no se nota por el olor, porque... Bueno, y aún así intenté no hacerlo. Y bueno, estuve toda la noche intentando aguantarme. Y ya cuando finalmente llegábamos a Zurich, que pensé que ya estaba salvado, de repente dije, ahora ya he vencido, no, nadie me va a pillar. Y se me escapó un pedo y sonó ¡pum! Súper fuerte. Y los jóvenes que habían ahí, que estaban medio adormilados, de repente reaccionaron como y nadie dijo nada, pero yo me sentí muy avergonzado. 演奏会の後、フランクフルトからチューリヒまで夜行列車に乗った彼、5、6時間の長旅です。演奏会の後に食べて飲んで乗り込みました。席に着いてお腹の中にガスが溜まっていることに気づきました。たまたま彼の近くに5、6人の若者グループがいたそうです。彼らは騒がしく、そしてとても臭かったそうです。汚れた服なのか靴下なのか、ひどい匂いだったそうです。そこでアントニオ、思ったわけです。この匂いに紛れれば自分が少しぐらい放っても誰も気づかないはずだと。それでもアントニオ、長く我慢しました。夜通し5、6時間、あと少しでもうチューリッヒに着く直前、限界に達します。そこでできるだけ静かに出そうと試みました。
Oh. すごく大きな音が出たそうです。車両中のみんながびっくりして動いたそうです。さらに匂いを確認したらあの若者たちの靴下より明らかに強烈だったそうです。作戦大失敗。恥ずかしかった瞬間って強烈に記憶に残りますよね。アントニオ、真剣に考えて思い出してくれたとっておきの話をありがとう。Muchas gracias。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。皆さんから届いた忘れられない一コマ、いかがでしたでしょうか。こうして皆さんの話を聞いていると、私もそういえばと思い出すことがたくさん出てきました。皆さんも何か思い出したエピソードありましたか？皆さんの忘れられないエピソード、まだまだお待ちしています。On voyage、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。